おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、こちらの富士を描いた作品となっております。ここのね、こことこの、三島スカイウォークというところから見た富士でございまして、ここのね、もう青の取捨選択というか、ここはすごく難しくて楽しかった作品です。それとこの前後関係みたいなのをどういうふうに描き分けるかということがテーマとなりました。冬なんですけども、その澄み切った空気の中で見えた富士、ぜひ楽しんで見てみてください。どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。これはですね、三島スカイウォークというところ、富士山のですね、三島市にあります大きな吊り橋がありまして、そちらから見た富士でございます。前の樹海なんですか、森と富士ですね、夕方の富士をドーンと描いた作品となっております。もう本当にそのコントラストだけで、見せているというところなんですけども、今回のこの作品に関してはかなり大きく富士を描いていて、色がすごく難しくて、面白くて、うまくいったという感じでございますのでそこのところをよく、注目して見ていただければなと思います。夕方ですね、この後に僕は大観山というところに行ってライブ配信をしたので、何時ぐらいだったかな、4時12時月の3時半とか、もうちょっと日が沈み出している、状態で描いたという作品です。ちょっと長い動画となっております。よろしくお願いいたします。風景画を僕は始めたきっかけというのは、一番初め大学の3年生の時やったと思うんですけど、海外に、旅行に行って、イタリアですね、フランスとイタリアに行ったんですよ。ちょっとまたその話をしましょうが、今日は長いのでね、なんとなく1998年とかか、今から25年前か、四半世紀前ですけども、もう学生時代中にどっか海外になんか行かなあかんみたいな空気感みたいなのが、東京芸大の学生だったんですけど、あったんですね。ででもなんかどうしようかななんて思ってお金を貯めて30万ぐらい貯めたんですかね、アルバイトとかをしながら。それで、フランスとイタリアに、夏休みを利用して、で大学というのは夏休みが9月、国公立は今もそうやと思うんですけど、9月いっぱいまであるので、その間を利用して、イタリアと久しぶりにね、海外旅行の話しましょうね行きました。でまずフランスに行ったんですけど、シャルル・ド・ゴール空港で、もう当時はまだフランとかイタリアやったらリラとか通貨がですねという時代で、今みたいなユーロじゃなかったんですね。でまだなんか各国が別々にすごく、はっきりと別々というか、ユーロになってからもちろん何度も言ってるんですけど、の方がなんか外貨を稼ぐという、今でいうインバウンドですか、というような雰囲気があって、フランスもその後も行ったんですけど、やっぱその25年前はなんかもうよそ者来るな的な空気感みたいな雰囲気があったんで、オルセーやらルーブルへ行っていやいやちょっと待てよと。ということで、これはいかんぞなじべんぞということで、3日4日ぐらいいたんですかね。それでもう逃げるように、当時はで HIS っていうね、旅行会社ありますけど、あれで特急の券かなんかで行って席をなんか指定するみたいな感じだったと思うんですけど、何ですか TGV という、僕は子供のちっちゃい頃電車が好きで、TGV というのに憧れていたんで、それに乗って、フランスを脱出しました。すみません、山を一生懸命皆さんね、勝手に自分で見といてください。色の使い方とかね、もう大して技法してません。白味という下地にインプリマトゥーラ、墨入れをしてインプリマトゥーラというのをしています。それでなんか電車乗ってたら、あれと思って、アルプス山脈を越えていくところあたりで、車掌さんが変わって、要は国が変わるからイタリアの方になっていくから、で車掌さん変わって、当時はパスポートとか、要はユーロ圏の移動じゃなくてもう国の移動なんで、パスポートを見に来るっていうのを地球の歩き方に書いてあったんで、一生懸命見ながら、今みたいに翻訳機みたいなない時代ですよね。でもうドキドキしていたんですよね。
そしたらなかなかこう向こうで車掌さんピューッと来てね、パスポート見るに来るのかな思ったらなかなか来ないですよね。で後ろちょっと振り返ってピュッと見たらなんか同じ、なんていうの、お客さんと一緒にこうトランプしてました車掌さんがですね。うわ国やな思ったら案の定その後も30何日間ですけども、イタリア人って楽しいねっていうのをすごい感じた。まあなんか本当当時のがすごく強く感じましたね。まあ最近行ってもより若かったからなんでしょうね。20歳とか21とかかなやからやと思うんですけども、で下の方のこう森とかを描いていて、このグラデーションがやっぱ難しかったですね。ゆーっとね。でなんかパスポート見に来おへんのかみたいな目でこう私も見たら、いやいや待て待てと、ええからまあ後で行くからかまへんね、関西弁じゃないんですけど、その雰囲気だったんです。で結局見に来てもうチラッと見て「へっ」って見てみたいな感じで、なんかねお客さんとこうトランプやってはるわみたいな、そういう国やなと思ったんですね。でなんか本当になんか楽しかったですね。また、イタリアも含めヨーロッパ行きたいですね。なんかすごくこうでその、教会に絵があるとかなんていうのかこう、ルーブルはルーブルですもちろん素晴らしい、名画群があったんですけど、すごくこう教会と絵っていうのが、ミラノに一番初めに入ってね、最後の晩餐ですね、をダ・ヴィンチのを見に行って教会に絵があるということとかですね、あとはシモネ・マルティーニでしたっけね、とかを見て、うわすげえなと思ったりとかですね、そういうブレラミラノにある美術館で、マンテーニャかなみたいなと思ってたのが、どんどんこうその場所で見るとルーブルとかと違うこう見え方をしたですね。なんかねだからすごいなと、やっぱなんかこう西洋絵画のこう源流みたいな感じがしてっていう感じでした。で途中寄った町のサンジミニアーノというところで白ワインが美味しいところというので、そこで飲んだワインがもうめちゃくちゃ美味しくて、そこからもう白ワインが大好きになって、イタリアの白ワイン特にですね、他の白ワインも大好きですよが好きになったということなんですけど、そこの塔がパーッと立ってて、でそこの塔の上から見た風景を日本に帰ってきて初めて描いたのが風景画の一番初めだったです。でなんか俗っぽいかもなみたいな感じで、次に描いたのが確かペルージャという町で、当時1998年に本当に中田、さんですね、中田秀俊さんですか、サッカーのねが、セリエ A のペルージャに移籍したそのした日にペルージャにいたんですもんね。でペルージャという町を描いて、でフィレンツェという町を描いたっていう感じじゃないかなと。でそこからなんかこう別になんかこうもうそれは俗っぽいかもしらんしなんかもしらんけど、もう描きたいと思ったらもう描いてまおうみたいな感じが強くなって今に至るという感じなんですけど、もう本当になんかその旅この辺の色をよく見といてください。もうおじさんの話うるさかったらミュートにしてね適当にやってください。でなんかこうフィレンツェに入ってウフィッツィオフィスって意味なんですけど、ウフィッツ見に行ってね、もう本当にこうダ・ヴィンチの受胎告知やらサンドロ・ボティチェリですねのプリマベーラとかヴィーナス誕生とかあの辺見た時に、でなんか日本のこう大学美大も東京芸大ですけど いて、いろんな先生からもうこんな絵なんか古臭いからやめちまえみたいなことを散々言われ続けて、今はどうかもちろん違うと思うんですけど、もう僕は何クソと思って、でもなんかそこにこう自分の中で、なんていうか説明できる部分なかったんですけど、向こうに行ってみて改めてそういうこう西洋の美術のあれを源流を見てみたら、あれとなんか本当にこう日本の美術っていうのは明治期に、高橋由一っていう人が、本格的な油絵をしてですね、その後黒田清輝っていう人が言うても100何年で、西洋美術はもっと長いですよね。油絵だけでも500年とか。
その時になんかちゃんとこの500年間の油絵のなんかがさてできてんのかなっていうのをなんか感じたのが大学生の時だったですね。それによって自分自身はもうちょっと絵を描こうと思いました。絵描いてはいかんのかと思いながらも絵を描こうと思って今に至ると。まあでもなんかこう何ですかね、本当にこう新しいことをどんどんしていかなきゃいけないという大学なんですね。でそれに苦しむ人ももしかしていたりするかもしれないし、25年も僕続けてこれたのはまあもちろんその時はじゃあこの中で新しいことをと思ってたんですけど、まあなんかそういうのってずっとやり続けるのしんどいですよね。その瞬間瞬間ねはすごいこう新しく誰もやってないものができたというような写実的なものでやっても思ってもまた次をやらんとってものすごいきついんです。だから絵描きってしんどい大変な仕事ですよ。そういう話にしていこうかな。なんかこう新しいことをし続けんといかんみたいなところがあって、で僕自身は今逆にこうなんか自分自身が普通にこうやりたいと思うことを普通にこうやることによって、それが誰もやってないっていうか、こういうね動画にするにしてもですね、ライブ配信にしてもっていう風なことなのかなって思いながらですね、自分自身を記録していくということをしながら、そんな難しいもう描きたいと思うこの本当に富士を描きたいと思ったから富士山に行ったわけですよね。なんか本当にそのヨーロッパのそういうこう分厚いものを見てしまったら、いや本当新しいものを生み出して、またそれがすごくこう一瞬の最大瞬間風速でバッとこうなっても、またそれをずっとで現代美術好きな人、僕の友人なんかでもやっぱそういう感じなんですよ。もうはい完全に感想後ですね。やっぱりこうどんどん新しいことしていくんですよ。できて楽しそうなんですよね。で僕自身はそれできなかったです。なんか積み上げていくことっていうタイプの人間というか、コツ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 カツコツコツコツとね、森脇健児さんが言ってましたけども、なんか本当僕はそういうタイプだからこう皆さんのタイプっていうのもあると思うし、美大とか行ってる人とかはやっぱまずその場ではやっぱり新しいことってなるんですけど、一番大事なことって多分新しいこともそうですけど、その人らしいかどうかなんですよね。でこれが難しい。就職活動とかでも「あなた自身って何ですか?」みたいなことを言わんといかん。22とかじゃ無理やってて思いますしね。なんかね、そういうこういろいろ見てきましたけど、212とかで、僕もそうやったから無理です。そんなのなかなか難しい。自分のことを客観的に見てなんていうのはなかなか細かい描写を完全に乾いた後でねやっていってますけども、でもなんかそのぶっといもん見てしまったら、ものすごいやっぱり自分自身が真剣に見えてしまうというか、小さい存在に見えてしまうというかね、若い頃ってもう我がみたいなとこすごい強かったりするじゃないですか。そういうのが少しずつなくなってきた。特にそのイタリアの30何日間っていうのは特にありました。そういうのをなんかこうね、皆さんもどういうこう経験してどういうあれをしてきたか知らんですけど、やっぱりこう自分自身らしさって何やろうっていうのを考えんといかんですね。だからそれ難しいですよね。だからで日本の美術の僕はすごくあんま良くないとこって、逆にこう団体展とかもうこれどこ吐きますけど、ずっとある程度同じ絵描かなあかんみたいな空気感があるんですけど、あれやめた方がいいと思うんですよね。やっぱりこうなんか今の自分にとって必要なものはこうやと思ったらどんどん変えていって、それを評価するしないっていうのはもちろんね、先生方上の先生方審査員の先生方といろいろあっていいと思うんですけど、なんかこうある程度毎年同じような感じでいかなあかんみたいな空気感ってなんかこうすごく違和感があるというかね。なんかやっぱりこう、ピカソなんかもコロコロ、代名詞ですけどね、ピカソがコロコロ変わっていくと、セザンヌなんかにしても描いていく題材とかもやっぱ西洋の人っていうのはそういうこうチャレンジしているけど、なんかこういつも同じやんけみたいな雰囲気に僕はあんまならん方がええんちゃうかなというふうにわからないです。知らないですけど、勝手なことを今言いましたけど、編集しませんけど思ってるのが事実です。でなんかこう
レオナルドにしてもゴッホにしても、例えばスタイルは変わらずとも、ゴッホなんかスタイルも微妙にやっぱ変わり続けてるんですよ、もちろんね。にしても書いている内容は早送りでお見せしても、この辺の微妙な色ね、ものすごい難しかったです。こう書いているものがやっぱね、もう本当ゴッホなんかでも画集とか見るといろんなね題材とか書いておりますからね。なんかそういうふうになんか向こう行ってみた時に思いました。すごく思いました。それでなんか時代の中でもいろいろ違ってきてんねんなっていうのも思ったりとかして、そういうなんか分厚さとか、そのやっぱ流行り廃れみたいなのがあるわけですよね、もちろんね。そういうのとかもやっぱ分厚いなっていう気がして、見てました。だから海外とかに見に行ったりねできる機会があったりすれば、もちろん日本の美術とかもすごくいいものたくさんありますけども、やっぱ僕は油絵の具使っている以上はそういうところも見ているということですよね。でなんかで富士山はもう逆張りで、今までこんな俗っぽいもん描いてたまるかと思ってたんですけど、よし描いてやろうと。巨匠でも全部の作品が素晴らしいっていうこと僕はあんまないと思ってて、これいまいちやんかっていうのもあって、僕はもういいぐらい、私の場合はですね、やってます。仕事をしてきました。細かい描写もしていきました。なんかでも自分の中で今チャレンジせんといかんなと思うことはやっぱりチャレンジを積極的にしていこうかなというふうに思って、今回はそういう富士シリーズというのが富岳36景なら富岳5景ですけど、12345枚、また増えるかもしれませんけど、そんなことをやってみたりとかしております。でイタリア旅行の話もうちょっと続きすると、ウィッツが今も美術館の中で好きなのは何やろうな。ここにメディチ家がっていうね、なんかそういうのも思わせて、もちろんルーブルのねルイジャフランソワ一世ですか、間違えたらすみませんね。あるんですけど、なんやろうな、ここで彼らがいて学んだんかっていうのとやっぱりすごいんですよね。なんかね、そのサイズ感もすごい好きなんですよね。ウィッツが一番もしかして好きかな、美術館行った中では。どこかな。アムステルダムももちろん良かったですよね。国立美術館とかも良かったですけど、ロンドンのナショナルギャラリーとか行ってないから、ぜひいつかね行きたいなと思ってたりとか、アメリカとかもね行きたいなと思ったり、メトロポリタンとかね。これ筆の後ろ毛先ペットしてだんだんと叩いてます。暗い土台作って少し明るいのを叩いていってるということをしていってます。ということで手前の森から後ろに抜けていく感じ、抜け感みたいなのを大事に今回描いていってます。で絵の具の層も重なりながら奥の感じとかね、山の色とか難しい色ですよね。なかなかねこういうのを現場でもし、これ三島スカイウォークっていう橋があって、ここものすごい観光客いたからライブ配信とかできなくて、次の大観山というところでライブ配信やったけどめちゃくちゃ寒かったという話でございますけど、こういうところはちょっと明るいのでちょんと描いたり、暗い線で描いたりとか、またグレーズしたりとか、また描いたりとか、こういうことをしていってますね。なんか本当にだから絵の具とどう戯れていくか、今回もテンペラ絵の具というのは使ってないかな。多少使ったり、キャプションには大体テンペラ絵の具で描いたりするんですけど、これは使ってないかもしれませんけどもね。でテンペラ絵の具というのを例えばウィッツで見たど忘れでしたボッティチェリの、フィリッポ・リッピっていう絵描きさんいるんですけど、完全にまた感想がもう最後の書き込みかな。すごく色が鮮やかですんごい綺麗なんですよ。でこういうで油絵の具っていうのはやっぱどうしても時間経つと少し劣化して色が悪くなってきて、例えばベネチアとかでベネチア派と呼ばれる人たちっていうのは当時は色がすごい鮮やかやったって言って、今見たらそこまでやっぱ鮮やかじゃないんですよね。でその色鮮やかやっていう、すごいでしょこれ。写真ちょっと写ってますけどね、私の写真の技術もねある程度皆さんねどうですか。でもうなんかでも現代はいろんな色があるので、ある程度油絵の具で色を作れたりするので、でも壁とかの質感とかは
ちょっとこう天ぷら絵の具を使用したりとかします。こういうところなんかね、外側まではみ出してちょっと塗ってみてとか、スカンブルですね、グレーズした後にスカンブルと言ってちょっと白っぽくして、この辺がね面白いですよ。微妙にね、このくらいかな、あのくらいちゃうかなとかって思ってやってます。はい。ね、今日はちょっとなんか雑談もまとまりのない話になってまいりましたけど、まあ、イタリアンにそうやって行ってなんかこうで今はなんか日本の人の描く油絵というのを探している旅に出ているという感じなのかもしれません。まあこれが結論が出るかどうかなんていうのは知ったこっちゃないですし、そんな感じでございます。こう柔らかくこうもやがかかっている感じとかね、という感じで本当にこうなんか富士山をこんだけまじまじと見た、今度は登りたいなと思います。いつかね、まあ、子供がちょっと大きくなったら絶対連れてきたいなと思ってますけどね、まあ、僕はその時じじいですけどね、なっててもう足痛いとか言うてるんでしょうけど、で空の青空のとこちょっとこう描いてみたり、雲のところはそのままにしてあるから結構グレーズが紫っぽいうっすら紫に見えますよ。こう層がかかっているっていうのが本物を見たら多分わかると思います。でこれ輪郭のとことかねぐーっとしながら中の色を微妙にこう際のところをこうしながらとかっていう風にしていったりとかしていっております。でこういう感じでですね微妙なこうトーンとか描けるんやなっていうのはやっぱ油絵の具の本場でこう絵を見た時にすごく感じました。はいね。あとどこが良かったかな。まあベネチアもね初めてイカスミスパゲティ食べたり、アッシジですね。私が行った1年後かなんかにその大地震でジョットのですね有名な壁画が壊れてしまって修復に入ったりとかしたんですけど、でも私はその地震の前やったから見れたんですけど、もうジョットとかですね、まあちょっとこう美術史とか何言うてるかわからんっていう人は是非ですね1時間でまとめたザザッとした動画がありますので、そういったものも参考に見ていただければなと思います。まあ、絵描きの苦悩みたいなところもこういう YouTube ではたらたらと話していこうと思ってます。でもう本当に回り回って富士山を描くことになったということですね。だから海外の風景が圧倒的ずっと多かったですもんね。憧れもあるんですし、説明がなかなか難しかったですよね。なんで海外の風景描くんですかとか、なんで日本の風景描かないんですかとか言われたんですけど、なんか説明がうまくできなかったです。ただ描きたいもん描いてるっていう感じだったんですけど、今はもう本当になんか日本人としてのなんか富士山っていうのをもう一回こう見つめ直して描いてみたいなというふうに思って描いていっております。この辺もちまちまこのディティールなんかね本当に参考になるという方もいるかもしれませんし、不透明で描いたり半透明で描いたり、微妙に同じような色の中でも少しマチエールを少し変えてみたりとかしてるんですよね。こういったところ今までも何百本とこう動画油絵だけでももう100本以上上げてると思いますので、いろんな動画を参考にして見てもらえると多分これだけ初めて見た人はどうやってんのって分からんっていう風になるかもしれませんけど、多分見ていくと分かってきます。そうすると描けるようになってきます。いや描けます絶対に。で書けんかったら申し訳ないですけど、はい大体書けないんでしょうけど、はいねっていう感じですね。っていう、まあ、よく若い頃戻りたいですかって聞かれますけど、戻りたいとは思わないですね。なんかね今が楽しい方がええかなというふうに思ったり、大変やったですもんね。でなんかこう向こうの見てうわ分厚いなと思って見て、で大学院を選ぶ時に技法材料研究室というところにしたんですね。当時は正直そんな人気なかったです。でも僕が受けた時には僕が首席で2席と4席4番とかね、であとは、取手市長賞は違ったなんか台東区長賞やったかな取ったやつとかなんかねなんか結構賞を取ってた子たちがうわっと受けたんですよ。ね、珍しいでこの間実は、その2席の友達ががんで亡くなってしまって、同級生のね、女の子は亡くなってしまったんですけど、ね今こんな絵見たらどう思うやろねしょうもないもん描いてって言われそうやなまあねおぎらしいわとか言われるかもしれませんけどね、本当若くして40僕の1個やったからですね。まあなんかこうだからやれることをいろいろやっとこうっていうような気持ちによりなったということです。すごくこうアーティストとしても面白い人だったんですけどね。
で、雲をこの辺とか描いていきながら、やっぱりこう奥行き感とか微妙な色とか、本当にこう空気のもやがかかっていくことによって、本当にこう色とかっていうのはすごく複雑になっていきます。こういったところのディティールとかもぜひ参考に。で、最後手前の方の森とかを、今日1ミリもまとまりのない話になってしまいました。ごめんなさい。なんでこんな話したんかな。イタリアの面白話でもしようかなと思ったんですけど、ちょっとできませんでした。今日はねミュートにしてご覧いただければ、わからんかったらもう一度再度見直して、こういうとこ叩き筆で丁寧に叩いていっておりますね。富士山、本当日本一の山というか、もう世界に誇れるこんな、感じである山っていうのはなかなか珍しいんじゃないかなと思って、描いた作品となっております。雲を最後描いて、手前の森を細かく描いていったという作品でございました。よかったら感想とかいただけると嬉しいです。今は本当にこう画像とかも昔だったら画集でしかわからんかったけど、インターネットで見れるようになって、今 Google の、アート&カルチャーっていうやつだとものすごくこうアップで見れたりしますので、そういったものを皆さん活用しながらですね、ぜひぜひ、参考にされてみてください。今回も油絵でございました。また水彩やら他の画材とかもどんどん見せていこうかなというふうに思います。この辺もう一度雲を描いて何回描くねんって感じですよね。こういうところです。こういうところね、もう大変なんですよ。こういうね叩き筆でまたグラデーションをつけて叩いてとかっていうことで、どこがええかなどこがええかなって自分で言うております。グレーズして最後手前の森の細かい描写をお見せして、本日の動画とさせていただこうと思います。まだちょっと5分ぐらいあるので少し喋りましょう。本当にその僕の同級生、めちゃくちゃ面白い作品で、僕と全く真逆です。現代美術で一番初めに言うた本当に発想の人なんですよ。もう面白いことばっか考えれるんですよ。で羨ましいなと思ってました。僕なんか憧れてました。もうそう絶対できへんわって。なんか同じようなシール、例えばリンゴだけだリンゴだけでいろんな種類のシールを集めてきて、でっかいリンゴ作ったりとかね。私辞書っていうのを作ってあれ面白かったな。私が使う言葉とか、私の身の回りにあるなんか、例えば晩ご飯とか辞書を作るんですよ。で晩ご飯何月何日のご飯はこれでしたみたいな、もっと面白いことなんですよ。面白いことを私辞書っていうのを作ったりとかですね。いやー、こういう人がこうアーティストで、僕みたいなのは職人肌の画家なんだろうなというふうに、思いました。そのイタリアで僕はもうこっちで行こうというふうに決めて、そういうこうアイデアマン的な部分は若干こう捨てて、30ぐらいまではなんかいろいろ発想とかをやってましたけど、そういった発想的な部分とかっていうのは少し弱めていって、もう自分のなんか手垢が絵の中に残らんかなというふうに思って、手垢分かりますかね。なんかね、自分でしかできへんこうものを画面の中に残していけへんかなと思って、本当そのね友人の面白かったなと。絵は描かへんねんけど、なぜか技法材料研究室ということで、技法とか材料を研究する研究室にね、面白いですよね。ということで、また叩いたり、細い線を引いたり叩いたりということで、最後ディティールを描いていきました。すみません、今日はまとまらん話であったですけど、ちょっと若い頃の話と同級生のお話をさせていただきました。ちょん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 と、本当にこう毛先のね、豚毛のペッと広げて叩いてます。すみません、まとまりのない話でございました。よかったら最後までご視聴いただければと思います。グッドボタンとかね、コメントとかいただけるとめっちゃおっちゃん嬉しいんで、よかったらコメントといただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。それでは最後までよろしくお願いします。
ご視聴ありがとうございました。いかがだったですか？この辺の書き込みなんかもそうですけど、こことのコントラスト、ものすごいど真ん中にズドンと持ってきてるとことか、皆さんにとっては勇気がいるかもしれませんけども、これぐらい世界の違う感情を出せないかなと思って描いた作品となっております。機会があればぜひですね、本物を見ていただければなというふうに思います。いつか皆さんにお会いできる日を楽しみにしてます。チャンネル登録、いいね、コメントいただければと思います。よろしくお願いします。では。チャンネル登録よろしくね。OK。